こんにちは、みじゅりーです。今回はこんな、ダイソーさんのコットナブルという糸を使ってキャンディーポーチを作っていきます。このケースを中に入れ込む感じで作るんですけど、窓ができるので中に何が入っているか分かりやすくっていいかなと思います。名刺とかも入るサイズなので、こういうのを入れてもいいし、絆創膏とかね、入れてもいいし、お薬とかね。あとは、こういうハサミもちょうど入るぐらいのサイズだったんですよね。こういう風に。こういう細々した、ね、裁縫道具とか入れてもいいんじゃないかなと思います。ぴったり。いろいろ、使えると思うので、ぜひ編んでみてください。まずかぎ針3号305を使います。あとはとじ針ですね。とじ針と糸切りばさみと、慣れない方はマーカーあると便利かと思います。もしお家になければクリップとかでも代用できます。ね、それとこのケース。ケースは前後でデザインが違って表側がクリアな感じになっていて、裏側に格子状の模様が入っているので、こっちを表にしてもいいし、こっちを表にしてもいいし、どっちでもいいかなと思います。あと両面テープ使います。布用の強力両面テープっていうのがおすすめです。これと全く同じじゃなくてもダイソーさんとかセリアさんとかで布用の強力両面テープっていうの売ってるので、普通の両面テープでもくっつくとは思うんですけど、多分粘着力が違うと思うので、よかったらこういうの使ってください。で、今回使った糸なんですが、コットナブルというダイソーさんの糸です。50% リサイクルコットンを使用した糸になってます。コットン糸です。色展開すごい可愛くてねいいなと思って、これはコットナブルの、166番ラテベージュと416番コーンフラワーブルーという糸を使ってます。こっちは419番のオーキッドパープルと417番のペールグリーン、この2色を使ってます。今回は、こっちの163番の桜という色と418番のライトグレーを合わせて作ってみようかなと思います。あとなんかこの芯がね、ちょっとねちょっと、匂うんですちょい匂うんです。あ、そう、ポンポンはこれはまたケイト・ザ・ガストアーズさんの七色彩色ネオンカラーの色で作ったポンポンをつけてます。このポンポンはつけてもつけなくてもどっちでもいいと思うんですけど、私はね、ポンポン何でもつけたい人なのでまたつけました。これね、ポンポンつけると開けやすかったりもするんですよね。そう。なのでよかったらこういうのも最後にね、つけてみてください。ちなみになんですけど、このコットナブルじゃなくて別の糸も使えるかなと思って、このエンジェルコットンでもちょっと編んでみたら、こっちがコットナブルで、こっちがエンジェルコットンで編んだんですね。ちょっとエンジェルコットンの方が本当にちょっとだけ大きいけど、これぐらいだったら全然許容範囲じゃないかなと思うので、エンジェルコットンでもいけると思います。作り方を簡単に説明しますね。まずこの表側のパーツ、L 字型のこういうパーツを2枚編みます。これを2枚編んで、こういう風に組み合わせて、ここをまずとじ針で閉じて、こういう編み地を1枚ここになります。で、裏側は1枚往復編みでずっとこの長方形のサイズを編む。で、表と裏を重ね合わせて、周りをぐるっと編み付けながら縁も編んで、で最後にこのフリルを編んで
ポンポンつける人はポンポンつけて完成っていう感じです。では早速やっていきましょう。はい、早速やっていきます。左手に糸をかけて、糸端は10センチぐらい残しておきます。かぎ針を持って、糸の後ろからかぎ針を当てて、ぐるっと回転させます。交差したところを親指と中指で挟んで、かぎ針で糸を押すようにして糸を引っ掛けて輪の中をくぐります。糸端を引っ張ってこの結び目をちょっとちっちゃくしておきます。このループはあまりきつくなりすぎないように調整してください。はい、ここから鎖編みを30目編んでいきます。鎖編みを編むときはちょっとゆったりめに編むといいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、30目鎖編みを編みました。そしたら次1段目を編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを2目編みます。鎖編みをひっくり返して糸をかけて123 4つ目の裏山に針を入れます。初心者さんは裏山取るの難しいと思うので、苦手な人は半目を拾って編んでも大丈夫です。なんで裏山に編むかっていうと、この目が安定するっていうのもあるんですけど、端が綺麗にこの鎖、こういう感じで鎖が綺麗に出るんですね。なのでこの端っこが見えるような作品の場合とかは裏山で編むとすごく仕上がりが綺麗なので裏山を使うんですけど、端っこが見えない時とか、私も初心者の時は入れやすいところで編んでたりしたので全然編みやすいところでやってください。はい、1目に1目ずつ中長編みを編んでいきます。糸をかぎ針に糸をかけて裏山に針を入れて糸を引っ張っていきます。かぎ針に3本糸がかかった状態でもう一回糸をかけて3本一気に引き抜きます。同じように中長編みを編んでいきます。糸をかけて裏山に針を入れてもう一回糸を引っ張ってきて糸をかけて3本一気に引き抜く。糸をかけて針を入れて糸を引っ張ってきて3本かかった状態でもう一回糸をかけて3本一気に引き抜く。こういう感じで全部で最初の鎖編み2目を中長編みの1目とカウントするので、その鎖編み2目と残りの中長編みを29目合わせて全部で30目になるように編みます。編む時に裏山入れにくいと思うんですけど、
コツとしては、中指をこう編み地に添えてあげると入れやすいです。チューブラリンの状態で裏山とかに針を入れるのってすごくこう不安定で難しいと思うので、糸をかけたら中指を添える、今入れようとしているところに添える、すると固定されるので入れやすくなります。あとはこっちの左手でこの鎖編みをちょっと引っ張り気味にしながら編むと入れやすいかなと思います。それぞれやり方があると思うので、なんかコツがつかめたら多分編めるようになると思うんですけど、最初はやっぱり裏山入れるのすごく難しいと思うので、ここでもしつまずいちゃうとね、ここから進めなくて編み物も嫌だってなっちゃうと思うので、私も裏山すごい嫌いだったんだけどやっぱり編めるようになると仕上がりが違うので、できれば慣れてきたら裏山編めるようになるといいなと思いますが、最初は全然無理しないで大丈夫です。30目編めてたらいいので、間違わないように数えながら編んでください。最初の鎖編みをちょっと緩めに編むと裏山入れやすいっていうのもあるし、あとちょっとなんて言うんだろう、その鎖編みがきつすぎるとこう台形になっちゃったり、ここが引きつれてしまってこういう感じの形になることがよくあるんですけど、そういうのも防げるので、ちょっと鎖編みは緩めに編むか、もし緩めが難しかったら今3号で編んでますけど4号とかで最初鎖編みを編んで、次から中長編みを3号で編むみたいにするといいかと思います。はい、最後の1目中長編みを編みます。はい、最後に編んだ中長編みの頭がここ。マーカーつけておきます。ここが最後の目。はい、最後の目にマーカーをつけました。ここから数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30目が鎖編み2つ、最初に編んだところの2つ目が30目になります。マーカーつけておきますね。中長編み、最初の中長編みの頭がここなので、その隣が鎖編み、最初の立ち上がりで鎖を2つ編んだところがここになります。2つ目にマーカーをつけてます。この作品はちょっとサイズ感結構大事なので、このケース幅が 120mm だったので、この時点でこのケースよりももしちっちゃくなってたらちょっとちっちゃすぎるので、かぎ針を一つ太いサイズにするか緩めに編んでもらうといいし、これで今だいたい14センチぐらい、13から14センチぐらいになってたら大丈夫だと思います。じゃあ次2段目編んでいきますね。立ち上がりの鎖を2目編みます。編み地をひっくり返します。はい、ひっくり返したら、今鎖編み2目編んだのが中長編み1目の代わりになるので、最初の1目目は飛ばします。で、次2番目の中長編みの頭に針を入れて中長編みを編みます。また鎖編みの2つ目にマーカーをつけておきますね。鎖編みの2目目にマーカーをつけました。
中長編みを1回編んだので、あと残り何回だ、28回中長編みを編めば30目になると思います。端まで中長編みを編んでいきます。マーカーをつけてた鎖編みの2目めに針を入れて、ここがね忘れがちになるので気をつけて落とさないように編んでいただくと、絶対減ったり増えたりしないので、あと毎段毎段数える、めんどくさいけど数えるっていうのが一番いいと思います。はい、次3段目鎖編み2目で今立ち上がりました。で、編み地をひっくり返して2目目に印をつけておきます。はい、で最初の1目は飛ばす。中長編みは鎖編み2目を中長編みの1目とカウントするので、1目目は飛ばす。で2目目から中長編みを編んでいきます。ずっと一緒です。中長編みをひたすら編みます。私編み方の中で基本的な編み方の中で中長編み結構好きなんですよね。なんか細編みだと飽きてきちゃうし、ちょっとだけ背が高いじゃないですか。鎖編み2目分あるので、細編みよりちょっと背が高くて、でも長編みよりは隙間が開かないっていうなんかこの編み地の見た目も好きです。中長編みなんかちょっと模様っぽく見えるじゃないですか。これがね好きですね、中長編み皆さんは何編みが好きですか？そういうのありますか？はい、最後の中長編みに中長編みを編んで、でマーカーをつけてた鎖編み2目目に中長編みを編んで3段目が終わり。鎖編み2目で立ち上がって2目目にマーカーをつけておきます。でひっくり返して1目目は飛ばして2目目から中長編み、中長編み30目を4段編みます。これ4段目です。はい、最後の中長編みに中長編みを編んでマーカーをつけていた鎖編み2目目に最後の中長編みを編みます。はい、これで4段中長編みが編めました。で鎖編み2目で立ち上がります。裏返して同じように最初の1目目は飛ばして2目目に中長編みを編みます。編み方はずっと中長編みです。その次にも中長編み。中長編みを6回編んでいきます。3、4、5、6。最初の鎖編み2目と合わせて全部で7目編めたら、ここから折り返していくので、ここでもう次の段に行きます。鎖編み2目で立ち上がって裏返します。やることは一緒です。最初の1目目は飛ばして、次の2目目に中長編み。で、中長編みを全部で6回。最初の鎖編みと合わせて7目、中長編みを編む感じになります。マーカーはもう外しておきますね。わからなくなる人はマーカー毎段つけながらやってください。最後の鎖編み2目の2目目に中長編み。で、全部で7目編めます。1、2、3、4、5、6段編めましたね。
糸端20センチぐらい残して糸を切ります。これと同じものをもう1枚作ってください。はい、で今回はちょっとわざと違う色のものを合わせてみます。同じ形のものを2枚作ったら、でこれをくるっとひっくり返して、でこういう感じで合体させます。ちょっとサイズが違くなっちゃった。で、ここから、とじ針を使います。とじ針にこっちの下側のパーツの糸端をとじ針に通します。はい。そしたら、編み始め、1、2、3、4、5、6、斜め編んだので、斜めを、こっち側の斜めと合体させていきます。中長編みの頭に針を入れて、向こう側は鎖編み2目めのところに針を入れて、ここで1回糸を通します。もう1回同じところに糸を通しておきます。次は2番目の中長編みの頭と向こう側の中長編みの頭を合体させます。はい、次は3目め、こういう感じで中長編みの頭同士をくっつけていきます。で最後がこっちが鎖編み2目の2目めと向こう側の中長編みの頭をつないで、最初と最後は2回同じところに通してつないでおきます。こういう感じです。見えないこういう感じで、この余った糸端は裏側に糸始末しておきます。こういう感じで糸を切ります。で同じようにこっちもこの糸端、残しておいた糸端を利用して巻きかがりします。はい、裏側のパーツは同じように4段目まで編んで、さっきは5段目から斜め編んで折り返してこういう L 字のパーツを作ったんですが、5段目からもずっと30目ずつ編んで、全部で14段中長編みを編みます。この表側のパーツと裏側のパーツと編めたら、今度はこれを2枚重ねて編みつないでいくんですけど、その前に裏に両面テープを貼っていきます。往復編みでこういう感じで編んでるので、表裏そんなに関係ないと思うんですけど、左側に最初の編み始めの糸端が左側に出てるのを表とすると、こっちが裏側で、裏側に両面テープを貼っていきます。貼り方はこの窓枠の周りに1,2,3,4枚と、こっちの裏側の方はなるので、こっち側に
両面テープを貼っておきます。で、貼れたらこれを2枚重ねて、今度は違う色の糸でこういう風に編みつなげていって、でそのまま糸を切らずに、こっちの上の縁も編んでいってしまいます。じゃあ早速やっていきます。両面テープが裏同士になるように重ねて、この字に編んでいきます。コットナブルの、桜163番桜の糸を使っていきますね。こういう風にこの字に編んで、こっちが入れ口編みたいので、まず端っこにこの角のところに針を入れて、向こう側にも針を角のところですね、角の隙間に針を入れて、糸を裏から引っ掛けて持ってきます。で、一回鎖編みを編んで編みつける、こういう感じになってますね。糸端一緒に編みくるめできる人はもうこれ一緒に編みくるんでも大丈夫です。細編みで縦が14目拾えるように、細編み編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、同じ目に細編みを編みます。中長編み4段6段4段って編んでるので、それぞれの段に1目ずつ細編みを入れる感じですね。大体でいいんだけど、なんとなく等間隔になるように1、2、3、4段4段細編み4目編めました。で、次のこの間で6目入れたいので、4目、はい、1234567891011121314目編んで裏表くっつきました。はい、そしたら今度はこっち側、こっちを拾っていきます。こっちは鎖編みで30目最初に作ってるので拾いやすいと思います。角、ここもう1目同じ目に細編みを編んでおきます。で、次の目、鎖編みの編み始めのところから30目入れていきます。はい、端まで来ました。最後の鎖編みのところに細編みを入れて、角は2個細編み入れておきます。はい、そしたら編み地をくるっとひっくり返して、で今度はまたこっち側を14目拾って編んでいきます。3で、最後の角のところに14目目を入れました。はい、こういう感じで今編めたので、今度はこの入れ口のところをぐるっとこのまま、細編みを編みつけて縁取りしていきます。角にもう1目編み入れちゃいます。1個編んで、で
最初の中長編みのところに細編みで、その次の中長編みのところにも細編み。この上から見た時鎖状になっているところを一つずつ拾いながら細編みをぐるっと編んでいきます。糸端一緒に編みくるめできる人は一緒に編みくるめて、もしできない人はもうこの時点で糸処理先にしちゃったらいいかなと思います。後でもいいけど後でもいいか。はい、こう編んできて、表側から今度裏側につながるところまで来ました。最後の中長編みのところに細編み編んで、この細編み2目のこのスペースにも細編みを編んでおきます。で、向こう側、裏側の角のスペースにも細編みを編んで、で、引き続き細編みを編んでいきます。こういう感じです。はい、端まで来たので、最後ここ角のところに細編みを1回入れて、で、向こう側の角の1個2個目の細編みに引き抜きます。引き抜いてつなげます。こういう感じでつながりました。1回鎖編み編んで糸を切ります。ぐるり編んで、で入り口をぐるっと編んだところです。はい、糸始末していきました。ちょっと一旦ケース入れてみますね。大丈夫そうな。ちょうどいい感じでできたかな。大丈夫そうです。はい。では最後このフリルを編んでいきます。フリルはこっちはこういう風にで、こっちまた糸を新しくつけて、こっちからこういう風に編んでいきたいと思います。今編んだ鎖編みのこの角一番端っこのところに、針を入れて、糸を後ろから引っ張ってきて一回編みます。はい、ここから鎖編み3目編んで、同じ目に長編みを編みます。長編みは糸をかけて同じ目に針を刺して、また糸をかけていってぐいっと引っ張って、でもう一回糸をかけて2本だけ引き抜いて、2本針に糸がかかった状態でもう一回糸をかけて引き抜く。これが長編みです。最初の鎖編み3目も長編み1目の代わりとして今編んだので、これで長編み2目編めたことになります。で、鎖編みを1回編みます。同じ目にちょっときついんだけど長編みをあと2目編んでいきます。糸をかけて針を入れて糸を引っ張ってきて、もう一回糸をかけて2本だけ糸を引き抜く。でもう一回糸をかけて残った2本を引き抜く長編みです。1目に長編み2目と
鎖編み1目、長編み2目をずっと編み入れて端までいきます。はい、端まで編めたら鎖編みを1回編んで、糸を切って糸始末しておきます。反対側も同じように、今度はこっちからこっちに向かって長編み2目、鎖編み1目、長編み2目を編みつけていきます。はい、そしたら最後ですね。ケースを中に入れていきます。まずケースを入れてみて、位置確認してから両面テープ剥がしていくんですけど、剥がすときはこの一番下の両面テープから剥がすといいかと思います。で、糸入れて貼ります。で、最後に上をこっち側も貼っていきます。ちょっと思ったんですけど、こっち側両面テープなしで、こっちをポッケみたいにして使うっていうのもありかなと思いました。お好みで作ってみてください。はい、こういう感じでキャンディーポーチできました。最後にここ、ポンポンの付け方だけやっていきますね。ポンポンは今回これは七色彩色ネオンカラーの全6色とあと白い毛糸、アクリル毛糸も一緒に混ぜて作ったポンポンです。これをつけていこうかなと思います。このポンポンに使った糸を30センチぐらい切ります。とじ針に糸を通して、ポンポンの真ん中を縛ったところにかけて糸をつけちゃいます。2本ともとじ針にセットして、こういう感じで、チャックのこの金具の中に穴に糸を通します。結構ギリギリで結びたいので、開けたら根元の方、こっち側からぐるぐる 3,4 回巻きます。あんまりきつめに巻かないように 3,4 回巻いたら、上からこの今ぐるぐる巻いたところに針を刺して、そのままポンポンの中突き抜けちゃいます。ちょっと硬いので気をつけてやってください。ちょっと待って2回に分けてもいいかなと思います。このぐるぐるの中を1回通して、その後ポンポンの中をくぐり抜けるでもいいです。毛糸用とじ針なので、さっきそんなに尖ってないけど、手をね怪我しないように気をつけてください。このままポンポンをくぐっちゃって、で糸を切ります。直しして、はい、これで完成です。いろんな糸で作ってみてください。